さて、バンサバとブロック崩しに加え、多彩なゲーム性を盛り込んだ作品が現在デモ版公開中とのことで、今回はボールピットの紹介を行います。こちらアルカノイドのブロック部分を敵に置き換え、強制スクロールのステージでひたすら弾を当て倒しまくるローグライトなハクスラゲーです。まずブロック上の敵ということで敵自体は動きません。ボスは動きます。なおかつ敵なのでこちらに向かって攻撃してきます。ブロック自体に近づいた時、近接攻撃や、あるいは遠方から飛び道具を放ってきたり、はたまた強制スクロールで画面下に敵が達すると、必中の攻撃を放ってきます。ということからタワーディフェンス的要素も含まれます。こちらは可能な限り火力を上げて軒並み倒す、あるいは回復力や防御力を高めて攻撃に耐えるなど多彩な構成や攻略法を編み出せます。次にブロック崩しということで、こちらの攻撃方法はボールです。メインの大きめな弾に加え、ベイビーボールという小さい弾もたくさん発射できます。そして跳ね返った弾は自ら触れて回収すると再び即発射できます。回収しないと弾は画面下まで移動した後、プレイヤーに吸い込まれます。つまりなるべくメインの弾は自分で回収した方が手数が増え火力が上がるという仕組みです。つまりブロック崩しのバーで弾を跳ね返すゲーム性がここで生きています。ちなみにブロック崩しと違う点として、プレイヤーは一番下に位置するのではなく、上方向にも自在に動けます。これにより敵ギリギリまで近づいて、弾を撃ったらすぐ回収みたいな新たな戦略が練れます。他にもブロック崩しの反射テクニックが使えます。ブロックを下から順番に壊すのではなく、斜めに発射し、ブロックの隙間を縫って敵と敵の間を反射させまくるとかできます。以上、ブロック崩し自体がもともとシンプルながら完成しているゲームのため、この時点だけでも楽しめる作品になっています。さらに近年人気のヴァンパイアサバイバーズ系ローグライト要素が組み合わさっています。敵を倒すと経験値の宝石を落とすため、それを拾ってレベルを上げ、3つの中からランダムの暫定的な能力を選べます。新たな能力のボールを加えたり、あるいは条件で小さなボールがたくさん発射されるようになるとか、多彩に変化したり強化できます。相乗効果のあるスキルを揃えていけば、それだけ火力が出るため、ここで構成作りを楽しめます。そして本家バンサバと同じく能力の融合が可能です。2つが合体し、より強くなるというものです。ただこの作品では融合が2パターンあります。あらかじめ決められた強力の組み合わせのほか、何でもないような能力2つも合成できます。それは単純に2つの能力が合わさっただけのものになりますが、能力1つ分スペースが空くというメリットがあります。本家からさらにシステムを進化させた形です。次にボス戦は結構弾幕ゲーにもなります。敵から弾がたくさん発射され、それをかわしながら戦うシューティング系ゲームに変わります。ここでこの作品はスローモーションシステムがあるため、それを最大限活用できます。まず速度が3段階あります。一番遅くすれば敵の弾もかなりゆっくりのため、弾幕だろうと避けやすいです。また弾を自動発射するかどうかボタン一つで切り替え可能ですが、自動発射中はプレイヤーキャラの移動速度が下がります。キャラによっては変わらないのですが、この自動発射のゆっくり移動も活用できます。普段は経験値用アイテムを取るために移動速度が速いマニュアル発射の方が良いかもしれません。そしてデモ版ではクラスが3つ用意されており、2人目以降をアンロックするためには拠点構築が必要です。拠点には道中集めたお金や素材で新たな建物や農地を作れます。そして建物によってはすぐには建築が完了しません。建てた後、プレイヤーキャラたちがボールとなる拠点内ピンボールゲームを行い、ボールを指定回数建物に当てることで建設が終わります。ピンボールは冒険から帰ってきたら1回だけ行えるため、建築を進めたい場合は再び探検に出る必要があります。また建物には様々な種類があり、ゲームを遊べば遊ぶほど建造物の種類が増えます。建物の形状はテトリス式でもあり、うまくはめ込むことでより多く建てられます。中にはプレイヤーたちの基礎ステータスが上がるものもあり、永続アップグレード代わりにもなっています。まずは強化用建物を建てたら、その後は見た目にこだわった街づくりを行うのが良さそうです。あとはプレイヤーキャラ自体のレベルもあります。ゲーム中暫定的に上がるレベルとは別に、ドラクエのような永続レベルアップが可能です。冒険が終わった後にゲーム結果に応じて経験値を得てレベルが上がり、基礎能力も上がります。
プレイすればするほど強くなり、一度の冒険もそれだけ楽になる仕組みです。以上からボールピットはブロック崩し、バンサはタワーディフェンス、シューティング、RPG 的レベル上げ、拠点構築、ピンボールといった多彩なゲームシステムを含む作品でもあり、クオリティも高く遊び心地も抜群です。デモ版の時点で評判を呼んでおり、早くもヒットの予感がひしひしとしております。あとはいかにどれほどのコンテンツ量があるかとなりそうで、現状リリース日はまだ未定のため、今後じっくりと制作されていくことでしょう。特に PC、Xbox のほかスイッチ版も対応が決まっており、スイッチユーザー数の多い日本では話題作になるかもしれません。気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ボールピット。この 3D グラフィックスはとてもいいね。なんだボルビロンは落ちた。都市が崩壊してしまった。巨大な洞窟ができたと。深淵を探索するトレジャーハンター。さあ始まった。第一層。まずはキャラを動かす。はい。動かして、右ジョイスティックで狙って RT でボールを放つ。狙う。およ。弾を発射しましたね。ジェムを集めて経験値を獲得。ジェムはどれだ？光ってる青色かな？これ跳ね返ってくるのは特に触れなくていいの？触れてもキャッチできますね。キャッチすると次は速いとかそういうことあんのかな？なんかありそうだね。ちょっと押しっぱなしでも良さそうだけど今んとこね。うわー。経験値を獲得しろ。これ今んとこ逃してもいいのかな？全部壊す必要あるのかどうか。敵はプレイヤーの近くや画面の一番下に来ると攻撃してくる。マジで。下に動けますね。とりあえず取りまくって、で、レベル上げていくんだ。ステータス詳細。現状筋力がプラス1になってますね。ベビーボール個数とかも増やせる。統率力により。スピードはボールスピードに移動スピード。起点がクリティカルに発射速度か。起点も良さそうだね。起点にしてみようかな。で、待って、どうした？この画面なんだ？レベルアップは自動なのかなもしかして。で、これはローグライト要素かな？3つの中から1つを選択する。一番左はシンボルを認識。レーザー。同じ縦率の敵すべてにダメージ。真ん中は現在のボールのアップグレード。出血。一番右、鉄。2倍になるダメージが。よし、2倍だ。いけ。で、Y で自動攻撃。発射中は移動速度は低下する。今自動攻撃オンにしましたが、さらにゲームスピードも調整できる。移動速度下がってるけど、自動は楽だね。敵もなんか矢を撃ってきてるね。移動速度の前にレベルアップ。視力が上がったのかな？何が上がるかもランダムなんですかね。バンテージ、回復。一番左は瓶詰めの竜巻。特殊ボールをキャッチすると、1から3の新しいベビーボール。これしてみるか。特殊ボールっていうのはこの、鉄球とかね、出血のボール。これ受け止めるってことかな。これなんだこれ。分裂。装備を1回以上ランダムにレベルアップ。何がアップグレードされんの？ 1 から 5？ 今までのものがプラス1された。今までの能力見るには、これか。これは3レベルになりましたね。ちょっとゆっくりしてみようか。これは一番ゆっくりモードだね。お金もしてますね。一番早くしてみようか。これは超早い。早くても良いかもしれませんね。なんとかなってる。火力出てくると面白くなってきますね。敵を倒してる感がひしひしと出てくる。敵の飛び道具は撃つことでね、消してんのかな今んとこね。さあ、レベルアップ。これはなんだ？進化。最後までアップグレード済みのボールは特定の組み合わせで融合させると新たな強力なボール？進化か融合、分裂。進化できんの現状。できんのかこれ。出血に鉄球が選ばれたよ。なんかできた。不気味な。内出血。なんか名前が嫌だな。多分より強くなったんでしょう。出血ボールがね。で、なんか広がっていくよ。フィールドが。ボス戦かな？ーし。ありゃー。なるべくまっすぐ打った方が良さそうでもあるけど、周りの雑魚敵もね、倒す必要があるんだろうね。これ壊せんのかこれ。倒した。ボスっぽいのはやれるんだね。問題なく。
融合いける？いけそうだね。毒やけどくらい。今ダメージ受けましたね。そういうことか。下まで行くとダメージ受ける。なるべくキャッチは必要だからね、横に動きながら撃たない方がいいんだろうけど、そうなるとな、漏らすんだよな。打ち損じが発生してしまう。有効だ。内出血に凍結。おー、どうなるんだ。内出血凍結。もうなんか身も蓋もない名前になったけど、ゲームオーバー。あららら。しかし戦士の基礎能力かな、これは。このレベルはね、永続アップグレード的な話ですかね、これは。これでニューボルビロン本拠地であるサイドバーを開く。まずは小麦を植える。小麦どこでもいいのかな。拠点作成モードがあるんだね。さらにサイドメニュービルドで森を作る。これどうだ。こっちにするか。資源タイルができたので人を派遣して資源を回収する。資源発射する。いけ、発射。直線にそういう風になるの。じゃあ森も直線にした方がよかった。小麦を回収した。これ以上発射できない。これなんか作れんのかな。拡張、デモ版拡張できません。再配置は可能なんだ。じゃあまっすぐにしとこうか。ビルド。今んとこ小麦ぐらいか。これで拡大縮小か。これ街がこんな感じで広がっていくんだね。アップグレード。さらに仮想に行ける。歯車があればいろんなキャラで最新ステージをクリアする。キャラはしかし現状一人である。ステージをクリアして建物を建てると新たなキャラがアンロックされる。デモ版で使えるかわかりませんが。じゃあ基礎能力が上がったからより先を目指しましょうか。ボス敵か。骸骨みたいな。やばいやばい。闇の王みたいなのが現れる。なんか下がってるね今ね。後ろに下がってる。おい。シューティングゲームみたいなの始まった。ここに来て。弾幕ゲーだ。ちょっと緩めるか、スピードも。こういう時にゆっくりにするとね、避けやすくていいね。やったか。やったー。初回クリア。歯車一つ。あともう一つか。さらにクリアしたキャラ1体につき、これ映像がアップグレードかな。だいたい15分もあればクリアできるんだね。さらに基礎能力アップ。そしてアップグレード。木材のプロ。回収するために回収時間が延長する。最大20回。もしくは岩。ストーンピアサー。どっちがいいんだ。ちょっと木材のプロ。レベルアップ。発見した設計図。さらに建物が作れるのかな。住居。新たなキャラが解除される。保安官の事務所ね。これ回転できる？ RB。じゃあこれ作ってみよう。新キャラ。悪徳保安官。さらに墓があるけど、石が必要っぽいね。これを建てないと能力が得られないんだ。では次は保安官。まだレベル1からですが、狙いは定まらないが、2倍速で発射する。デタラメに撃つんだ。発射中でも全速力で移動可能である。移動速度は下がらないんだ。回収はそうか。斜めに撃てばいいんだ。そうすることで、たくさん回収できるのかな。これどうだ。どうだった。あれ、どうなってる。動いてるね。回収できてる。なるほど。こうするんだね。これは正解だった。やったー。新たなキャラクター、幽霊屋敷、そして歯車。二つ目。レベルが上がれば、新たな住居。これで次のステージに行ける。やったー。しかし、デモ版はここまでである。幽霊屋敷。これか。こっちの方がいいかな。跳ね返りそうだよね。まずは回収するか。いけ。どうだ。あれなんか家にぶつかっても OK っぽい。プラス1とかね。豊作。石は回収できなかった。新しいキャラアンロックどうなった？幽霊屋敷。現在は建設中である。ぶつけることで建てられるって話か。残り2回だね。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。